帝龍鉄は前漢の第7代皇帝。彼はその治世において、官能庁をかつてないほど強大なものにした。しかし、彼の妻やそばめはほとんどいい結末を迎えていなかった。今日は武帝の最も有名な4人のそばめとその末路についてお話します。最初の陳皇后、彼女の全名は陳那卿です。金の口調卿という慣用句。卿、この字は漢の武帝の最初の皇后である陳那卿のことを指している。これが金の口調卿という慣用句の由来である。卿は武帝龍鉄の叔母前漢の長公衆の娘である。彼女は長期的な権力や富を固めるため、自分の娘と龍鉄と結婚させ、龍鉄が皇太子の座を獲得することに協力した。叔母の龍玉の協力で、龍鉄は7歳で皇太子となり、卿と結婚し、彼女は皇太子妃になった。17歳の時、龍鉄は皇帝に即位、武帝になり、卿は皇后になり、二人は愛し合うようになった。しかし、その美しさにもかかわらず、彼女は武帝のために子供を産んでくれなかった。武帝は不満になり、別の女の絵師婦に恋をし、長考した。卿は人深い女であり、武帝は別の女に恋していることを知った彼女は、武帝の愛を取り戻すため、町内神の祖父に不幸の術を依頼した。このことが明らかになると、武帝は激動し、11年間皇后であった卿を退位させ、祖父を殺した。陳那卿が処罰された最大の理由は、もちろん不幸であるが、皇后の立場で、祖父とレズビアンをしたことで、皇帝にとって大きな実直であった。その後、卿は長門軍に幽閉され、孤独で悲しい涙の日々を送っていた。彼女は芝少女の文才があると聞いて、大岡に移り出し、芝少女に長門譜の作りを依頼し、その哀れで美しい言葉で武帝の心を動かそうとしたのです。残念ながら、武帝は芝少女の文才を高い評価したものの、その考えを変えることはなかった。2番目は英子婦。若い武帝は先祖を弔う後に、八丁から帰る途中に彼のお姉さん、平陽公主の邸宅に立ち寄った。平陽公主は自分の弟の好みをよく知っていて、武帝のためにたくさんの美女を用意した。しかし、武帝は一人も好きにならなかった。酒を飲みながら、平陽公主は鍵を呼び寄せてもってなした。武帝は鍵立ちの中に英子婦が見えて、彼女のことが好きになった。武帝の着替えの使いを口実に、武帝は彼女を調校した。平陽公主は弟が英子婦を気に入ることを知り、彼女を宮中に送り込みました。その後、武帝の本来の皇后である陳氏が失脚して廃位されると、
英子婦はさらに皇宮を支配するようになった。彼女の兄の衛星は大将軍となり、平陽公主と結婚した。英子一族の地位は以前より高まってきた。入宮後、英子婦は3人の娘と1人の息子を産みました。劉強は武帝の長男で、彼が生まれた時、武帝も29歳であった。武帝が喜びのあんまり、英子婦を皇后にし、数年後、劉強を皇太子にした。しかし、年月は不浄に過ぎていき、英子婦はやがて年を取り、武帝の寵愛を失うことになった。その頃、不幸な蚊が発生した。つまり不術の呪文が施された人形を土に埋めるより、憎い相手を殺すことができると言われた。晩年の武帝は病弱で、いつも誰かが呪術を使って自分に危害を加えているのではないかと疑っていた。晩年の武帝は関心の甲冑を変身し、寵愛していた。もともと太子劉強と対立していた甲冑は、太子劉強の即位後の復讐を恐れて、先手を打って、劉強がこの事件にも参加したということを武帝に報告した。これは武帝にとって常にタブーであったことで、劉強は父に何も釈明しなく、自ら軍隊を起こし、皇獣を殺ししかなかったのです。結局、劉強は敗れ、自害した。英子婦は息子の敗北を知ると、皇后の印綬を手渡して首を吊った。当年に独占寵愛された英子婦が、こんな悲惨な結末を迎えてしまうとは残念でなりません。太子の劉強も幼い頃から父や母に愛されていたが、最後は非業の死を遂げた。3番目は李夫人。前漢の時代、李延年という音楽家がいた。歌がうまいし、大切なのは美しい踊り子である妹がいること。漢書外石の公文李夫人典に記載されている歌に、北方に歌人あり、絶世にして一人立ち。ひとたび帰り見れば人の情を傾け、再び帰り見れば人の国を傾く。いつくんぞ経世と警告を知らざらんや、歌人再びを得がたし。この歌を書いているのは李延年である。李延年は武帝の大のお気に入りであり、この歌の歌人は彼の妹であった。武帝に呼び出された彼女は、李延年の言った通り、美人で、歌も踊りも上手だった。武帝は大喜びで彼女を夫人にした。そのため、李延年の地位が高まり、京律都尉に任命され、楽譜を管理するようになった。李延年という宮廷学士がいた。武帝も彼を気に入った。入宮後、李夫人は武帝の寵愛を受け、劉伯という男の子を産んだ。出産後、彼女は体調を崩し、痩せ細るほどだった。武帝が何度も訪ねてきても、李夫人は毛布で頭を覆い、会おうとしませんでした。彼女は妹にこう言いました。
今、お兄さんの高き地位や、私は受けた寵愛のことは、すべて私の美食のおかげです。陛下は、今、美しさがなくなった私を見たら、私を嫌いになり、きっとお兄さんにも不利になるだろう。果たして、理不尽の死後、ムデは彼女の息子に会えなくなることを惜しんだ。彼女を皇后の意識で埋葬し、彼女の兄弟に遺体を授けた。ムデと長く一緒にいなかった理不尽は、ムデの心の中に最高な思い出を残してくれた。ムデは理不尽の恋しがるあまり、その恋しく思い痛みを和らげるために、彼女の魂が生き返らせる方針を探したこともあった。理不尽は実に巧妙にムデにやつで顔を見せず、彼に完璧な印象を残した。彼女の死後も、その一族は皇帝の恩恵を受けることになった。しかし、彼女の努力にもかかわらず、その後、一族はその罪により、ムデによって一掃された。4番目は皇翼夫人。万年、ムデが狩猟の旅に出ていたとき、加賀軍の通りかかり、法師から、ここに不思議な女がいると言われたことがあるそうです。ムデは直ちに探しを命じ、聖は蝶という女性を発見した。この女性は美しい女性であったが、生まれてから数十年間、両手を握りしめて、あげたことはなかった。ムデは彼女の手を開かせ、玉甲を握っていたのを見つけた。ムデは大喜びで彼女を宮中に連れ帰り、宝物のように可愛がり、剣夫人とも呼ばれた。その後、長子は商用に昇格し、関仙宮に住み、その宮は皇翼と名付けられ、彼女は皇翼夫人と呼ばれるようになりました。大正3年、皇翼夫人は老齢の武帝の成功、前漢の第8代皇帝の劉仏陵を産んだ。武帝は老後に息子を持つことができ、とても喜んでいた。仏陵があんまりに賢いので、武帝は自分に似ていると思い、特に可愛がっていた。劉居の死後、武帝はまだ大子を決めていなかったが、皇翼夫人が産んだ息子をとても気に入り、彼を7歳の時に大子にしたのである。息子が皇太子になったものの、皇翼夫人は武帝からしばしば叱責された。ある日、武帝が皇翼夫人に言って、私死んだら私と共に行かないか？ここは殉死を意味する。しかし、皇翼夫人はその話を聞いて大変ショックでした。彼女はかんざしとイヤリングを外し、頭を下げ、武帝に謝った。彼女が渋っているのを知った武帝は激怒し、出て行けと大声で叫んだ。最後に上司は処刑されてしまった。ある日、暇を持って余した武帝は部下に、この件に関して外の人はどう言っているのかと尋ねました。部下は息子を大使にして彼の母親を殺した理由は何でしょうかと答えた。
部では、そんなことばかりわかるわけがない。皇帝が若く、母親も若ければ、大号がすべての権力を握って、強者隠密に受ける。誰がそれを止めることができるだろうか。旅行の件がいい例ではないでしょうか。だから、大使の母親を先に殺さなければならなかった。これが帝王の考え方で、普通の人とは本当に違うんです。中国史上、多くの皇帝が無慈悲な態度をとってきたが、武帝の4人妻はいつでも悲惨な結末を迎え、ハッピーエンドは一つもないです。大変残念ですね。ご覧のいただき誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。